注意。この階層は当階層管理責任者によって、実際に視聴者をその階層へ導いてしまう可能性があると判断されました。そのため、当該階層に関する記述はすべて削除され、過去のリビジョンも復元できない状態にあります。今後、一般者による情報の追記は禁止され、管理担当者による査読と承認を経た場合にのみ、限定的な追記が許可されます。そして何より、あなた自身の安全のためにも、必要最低限の情報以外は視聴を控えてください。今回は、レベル444いた、ザ・インスタントデスメイズ、即死迷路を解説していくよ。サブタイトルからしてヤバそうな空間だな。まずは部屋の外観。レベル444いたは、地下街や地下通路のような空間で、空間内は迷路のような構造になっているんだ。真ん中あたりに人みたいなのいるけどあれ何？次に、レベル444いたについて説明するよ。レベル444いたの理解度は 20%。危険度は5分の5となっているんだ。見た目は至ってシンプルな空間なのに、サブタイトル通り危険なのか。次に、レベル444いたの特徴について説明するよ。レベル444いたの内部は、24から27度前後の比較的過ごしやすい室温に保たれていて、物資の補給がそれなりにできる空間でもあるんだ。危険な空間の割に、生活しやすそうな環境だな。空間内は一定距離で照明が消灯していたり、赤色や青色、緑色などの照明で照らされていたり、ハム音が一定の音量で常に響いていたりなど、レベル0と似ている点が複数あることも特徴なんだ。レベル0とのつながりでもあるのかな。レベル444いたの構造は、だいたい24時間単位で定期的に変化していて、迷路状の構造であることもあって非常に道に迷いやすいため、他の階層からレベル444いたに迷い込んだ生存者は、レベル444いたへのルートに使用した扉や通路を見失うため注意が必要なんだ。マップどころか、目印付けとかも意味ないのか。また、後々説明する存在の影響による重篤な死傷や失踪といった危険性が高く、長く居続けるには決して向かない階層であるため、迷い込んだ際は早めに脱出することを推奨しているんだ。まさかあの真ん中のやつ？次に、レベル444いたにいる異常な存在について説明するよ。レベル444いた内には、頭部が標識となったスーツ姿の男性のような存在がいて、生存者からは標識人間などと呼ばれているんだ。そのまんまの名前だな。標識人間は、頭部にある標識の内容によって特徴や生存者に与える影響が異なり、まだ未確認の標識もあるから注意が必要なんだ。どんな標識があるのか気になる。それじゃ、どんな標識があるか紹介するよ。まずはこちら。この標識だった場合の標識人間は安全で、生存者に対して敵対的ではなく、むしろ友好的な振る舞いをするんだ。愛ってことは、意味的にはインフォメーションっていう感じか？周辺に他の生存者がいたり、使える物資が補給できたりする場合があって、物資の補給ができるショップを見つけるのであれば、この標識が出ている標識人間を探す方がはるかに簡単なんだ。そのショップもこの標識人間が運営してるのかな？お次はこちら。この場合の標識人間は危険で、この標識人間が立っている先の道には、明確に危険なものが潜んでいる恐れがあることを示しているんだ。直接害は与えてこないのか。実際にこの標識人間を無視して先に進んだ生存者はほとんど消息を絶っているか、生存が確認できたとしても致命的な後遺症を残している場合が圧倒的に多いんだ。どんな凄惨なところなんだ。お次はこちら。この標識だった場合の標識人間も危険で、さっきの標識に似ているんだけど、こっちは敵対的な危険性があるんだ。直接害を与えてくるのか。この標識人間は、生存者を見かけると急接近し、捕まるとより危険な階層へと飛ばされてしまうんだ。そういう危険性か。また、接近時にこの標識人間は足音なく接近してくるため、気づかない間に捉えられ、レベルエクスクラメーションやジエラーイータ、レベル440などの、危険な階層へ飛ばされてしまうといった事態が発生することがあるんだ。直接害を与えるわけじゃないけど、怖すぎるなこいつ。お次はこちら。この標識人間だった場合は基本的に安全で、特に害は与えてこず、この標識人間に触れることでより安全性の高い階層へ移動することができるんだ。逆のパターンがいるのかよ。でも、この標識人間は生存者に見つかると即座に逃げ出し、隠れてしまうため、さっきの危険を示す標識人間に気づかず巡り合ってしまうことも考えると、狙ってこの標識人間に触れることを目的とするのは難しいんだ。はぐれメタルみたいな存在だな。ちなみに、過去に報告された事例だと、触れた後、レベル3999やレベル339いた、
ザフロントルームズに行ったって話もあるんだ。ザフロントルームズ？お次はこちら。この標識人間だった場合は安全で、この標識人間が現れている場合は、決して微動だにしてはいけないんだ。なんで？この標識が見られる間は周辺に危険な存在が現れていて、高い層にいる存在が近くにいることもあるんだ。別の奴が危険なのかよ。危険な存在は生存者が動かない間は決して攻撃してこず、気づかれもしないんだけど、わずかにでも身動きを取ってしまった場合は言うまでもないことに巻き込まれるんだ。まさにだるまさんが転んだだな。お次はこちら。この標識人間だった場合は危険で、この標識人間が見えた場合、決して標識を見続けてはいけないんだ。何が起こるって言うんだ。この標識を凝視し続けた場合、標識は次第に変形し始め、生存者本人にとって最も深いかつ精神的苦痛を感じる形状へと変化していくんだ。トラウマどころのものじゃねえ。これは、わずかにでもその変形状態を認識するだけでも、高い精神的影響をもたらすため、その後の冷静な行動に支障をきたす恐れがあるんだ。なので、標識からは目をそらし、すぐにその場から立ち去るべきなんだ。でも、こいつかどうか判断するの一瞬見なきゃいけないから難しくね？お次はこちら。この標識人間だった場合も危険で、この標識の存在が見えた場合、さっきとは逆で、決して瞬きすらせず標識から目を離してはいけないんだ。まるでどっかの収容施設にいるやつみたいだな。仮に標識から目を背けてしまった場合、生存者は絶対的にザボイドへ落下してしまうこととなるため、もし見かけた場合、標識人間側から消滅するまで瞬きを我慢し続けるしかないんだ。ドライアイとか言ってる場合じゃねえな。お次はこちら。標識人間は、おおよそ人間やよく知られた生物のように、生命活動を行っているような様子はなく、文字通り無機物のように冷たく、生きているようには見えないんだ。どっちかっていうと標識としての存在が強めなのか。また、さっき紹介した標識人間にもあったけど、いくつか生存者に対し精神的影響を与える標識人間もいて、ものによっては客観的な説明が難しいものもいるんだ。今回紹介されたのは、まだ説明がつく個体だけだったのか。そういう系の標識人間は明確かつ客観的に検証できるものではない場合が多く、過去には、これらの標識の種類について大量に情報が列挙されたことがあるんだ。情報を錯乱させてるのか？大量に追加された情報はどれも検証できないものと、管理スタッフに判断、除去されたため、現在記載されているものはその中で明確かつ客観的に、その存在が確認されたと目されるもののみ記載されているんだ。ちゃんと根拠があって、確認済みのものがさっきの標識人間だったのか。とまあ、こんな感じでレベル444イータについての情報は、正しい正しくないの検証が難しいものが多く、すべての情報を鵜呑みに信用しないようにしなきゃいけないんだ。情報の精査が必要だな。また、これまで解説してきた情報は、レベル444イータに迷い込んだ際の絶対的対策方法ではなく、あくまでその指標にしかならないことは注意してね。ここに迷い込んだ挙句、情報に騙されて殺されるとか一番嫌な死に方だな。最後に、レベル444イータの入り方や、次のレベルの生き方について説明するよ。まずはレベル444イータの入り方。ザ・フロントルームズにて見慣れない標識を発見し、その内容に従った場合レベル444イータに、レベル444イータ以外の場所で、怪しい情報を認識しつつけた場合レベル444イータに、行くことができるんだ。バックルームズないどころか、フロントルームズからも入れるのかよ。一方、次のレベルの生き方は、赤色の三角の標識人間に捉えられた場合、より危険な階層へ、緑色のチェックボックスの標識人間を捉えた場合、より安全な階層か、もしくはザ・フロントルームズの元いた位置へ、黒い標識人間を見つけ、目をそらした場合ザ・ボイドへ、行くことができるんだ。なんかハイリスクハイリターンな空間だな、ここ。ということで、今回はレベル444イータについて解説したよ。レベル444イータは、地下通路の迷路のような空間だったけど、空間より、標識人間のインパクトがでかかったな。私的には、こういう標識人間がいたらいいなって思う。猫？この先、大量の猫がいるので注意。癒しの空間でしかねえ。最後に、レベル444イータに関するこの動画には、過去のリビジョンにも現在のリビジョンにも削除できない情報が含まれています。その情報を記したユーザーアカウントは、情報記事サイトにおいて、この記事以外には一切利用された形跡がありません。現在までに判明しているのは、この情報に触れること自体が、場所や階層に関係なく、レベル444イータに誤って移動する危険性をはらんでいるということです。もし、動画内に不審な情報が見えたとしても決して信用しないでください。それを明確に認識し続けることも避けてください。
最悪の場合、この動画を視聴し終えた直後に、レベル444、イータで誤って移動してしまう可能性があります。